にちは、ゆかりです。昔の私は服を選ぶとき、これ使いやすそうだな、たくさん着回せそうだな、と思って買うことがよくありました。活躍する場面がたくさん思い浮かぶ服、そんな服に惹かれていたんです。でも、そうやって頭をフル回転させて服を選んでいるうちに、クローゼットはパンパンなのになぜか今日着たい服がないという状態になっていました。そこでふと思ったんです。着回しってそもそも何なんだろう。今日はなぜ私が着回しを考えなくなったのか、そしてなぜ結果的に服が減っていったのか、そんなお話をしてみようと思います。当時の私は一つの矛盾を抱えていました。着回せる服を探せば探すほど、なぜかクローゼットの密度は上がっていき、朝扉を開けるたびに少しため息が出るような、そんな場所になっていったんです。パンツにも合う、スカートにも合う、仕事にも休日にも着られる。一枚で何役もこなせる服は無駄がなくて上手なおしゃれだと思っていたんです。そんな基準で選んでいたはずなのに、今の私が本当に着たいと思える服がどこにあるのかわからなくなっていました。着回しって本来は服を楽しむためのものだったはずなのに、いつの間にか私は服を楽しむことよりもバリエーションを増やすことに夢中になっていたのかもしれません。それって結局誰のためのおしゃれだったんでしょう。私には少しわからなくなっていました。そんなことを考えるようになってから、私は少しずつ着回せる服ではなく、気づいたら手が伸びる服を見るようになりました。その中でなぜかずっと残り続けていたのがロングスカートでした。パンツも履いたし、ワンピースばかり着ていた頃もありました。でも結局一番落ち着くのはロングスカートだったんです。自分の身長や全体のバランスも含めて、これが一番しっくりくる。そう思えるようになってからは、服選びの基準が少しずつ変わっていきました。ロングスカートに合わせるならこのトップスが好き、このカーディガンが落ち着く。そう決めてしまえば、何通りものコーディネートを考える必要はありません。10通りのそこそこよりも、たった一通りの最高があればいい。そんな風に思えるようになってから、服選びの基準は少しずつ変わっていきました。ロングスカートという定番ができてから、服選びは驚くほどシンプルになりました。以前はこれには何を合わせようと考えていたのですが、今はロングスカートに合うかな、それだけです。長袖も T シャツもカーディガンも、基準が一つあるだけで服選びはずっと楽になりました。朝も以前より静かになった気がします。今日は何を着ようと悩む時間が減って、気づけば自分を一番心地よくしてくれる服に自然と手が伸びるようになっていました。それは自分を型にはめることではなくて、自分は何に心地よさを感じるのか、どんな服を着ている時の自分が好きなのか、そんなことを少しずつ探していく時間だったのかもしれません。そして気づいたんです。服が減った理由は着回しをやめたからではありませんでした。自分の軸が見つかったからです。私の場合はロングスカートでした。パンツもワンピースもいろいろ試してきたけれど、結局何度も手が伸びるのはロングスカートだったんです。でも人によってはデニムかもしれないし、ワンピースかもしれないし、白シャツかもしれません。大切なのは着回せる服を探すことではなくて、自分は何が好きなんだろう、どんな服を着ている時の自分が好きなんだろう、その答えを探すことだったのかもしれません。服を減らすために何を捨てるかを考えるより、
何度も手が伸びるものを見つけること。それだけでクローゼットは少しずつ整っていくのかもしれません。というわけで、私最近クローゼットをあまり整えようと思わなくなっていて、それよりもワンシーズンごとに着たかどうか、ちゃんと手が伸びてるかどうかを大事にして、で断捨離をしたりとかを繰り返した結果、今のクローゼットになっているわけなんですけれども、なので着回しをしなくなったというよりは、意識しなくなった結果、今のクローゼットが出来上がってるなと思ったりしているんですけれども、なので皆さんももしクローゼットがパンパンで息苦しいみたいな感じで思われてる方がいらっしゃれば、減らすことを意識するんじゃなくて、着てるもの、何度も手が伸びてるものに視点を向けてみるといいのかななんて思ったりしております。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。